こんにちは、そうすけです。本日もお越しくださってありがとうございます。そして本日もですね、究極の疑問文連続対話講義の第4回目ということで、皆様と一緒に検討していきたいなと思っているんですけれども、皆様いかがですか？あれからまた究極の疑問文活用してみてくださっている方いらっしゃるでしょうか？皆様ご自身なりのね、疑問文の形を見つけていただいて、もう利用してくださっている方もいるかもしれませんし、ちょっと忘れてしまったぞという方はまたここでね、一緒に確認していきましょう。さて、今回の目次ですけれども、まずまた究極の疑問文ってどんなものだったのかっていうのを一緒に確認させていただいて、で、今回はですね、勉強というテーマ、対象に対して究極の疑問文を活用していってみましょう。で、どのような形でね、疑問文を適用していくのかっていうのは、前回の動画でも一緒に確認しましたが、まず対象の把握、今回この勉強っていうものですね。そして、皆様や、今回はまた僕自身が用意させていただいている、いつもの究極の疑問文の文言、その言葉の意味を検討していって、で、実際のね、把握した対象に対して、この疑問文を適用していきます。これを具体的に見ていってみようというのが、今回のね、テーマとなっております。さて、そこでまず、おさらい、究極の疑問文って何だったっけとか、この動画からご覧くださっている方はね、一体何の話をしているんだっていうふうにね、お感じになるかもしれませんから、一緒におさらいしておきますと、少々ね、大冗談なのですが、僕が用意させていただいている究極の疑問文は、その事柄、その物事、あるいは自分の振る舞い、この辺もね、どんなものが入ってきてもいいんですけれども、なので、一字語としてそれは人間として本来的でふさわしいだろうかというね、もう一番大冗談になるような疑問文の形、言葉を選んでいるんですけれど、なんでこういった、大冗談と言いますか、人によってはね、中二病的なと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう大げさな言葉遣いを選んでいるかというのは、前回、あるいは前々回の、一緒にね、この連続対話講義をやらせていただいている中で検討しておりますので、そちらもぜひ確認してみてください。さて、早速、もうね、今回のテーマである勉強についてという内容に入っていこうと思いますが、で、今回はね、勉強というテーマなんですけれども、先ほどもお伝えしたように、皆様ご自身でこの勉強だったり仕事だったり、これからね、もうしばらく連続対話講義という形で、このような形式を使って、各論、今までね、総論ということで、究極の疑問文ってどんなものじゃいというのを一緒に皆様と共有しようということで進めてきたんですが、今回から各論ということで、テーマごとに、その身近なとか私たちが思い浮かぶような、あるいは生活の中で触れるような事柄に対して疑問文を適用していってみようという流れに入っていきます。なので、またね、今後ご覧くださる方は、皆様ご自身がこういう点について考えてみたいなって思ったものを僕自身も取り上げるかもしれませんし、他にもね、皆様ご自身で自由にこのテーマについては、取り出してみてもらって、そうやって皆様なりのね、疑問文のね、活用をしていっていただけたらなと思っています。さて、そこで今回のテーマに入っていきますが、勉強って何なんだろうかってね、もちろんテスト勉強するんだとか、資格の勉強するんだとか、会社でね、仕事の面で必要な勉強なんだとか、いろいろあると思うんですけれども、例えば一つ目、学ぶことだったり、修行であるという感覚があったり、義務だぞだったり、権利だったり、で、先ほど言ったように仕事なんだよね、これもっていうね、そういう場合もあるでしょう。なので、まず勉強って言ったときに、それの活動の性質や意味合いを皆様ご自身で多少ね、意識していただいて、どういうものを念頭に置いて勉強と呼んでるのかなっていうのをまず確認しましょう。そして次に学校で職場で家でと書きましたけれども、勉強においては例えば
行う場所、それを行う場所が勉強においては自分にとってポイントになっているのかな、どうなのかなとか、あとは身につけること、学ぶ作業自体と書きましたが、その身につけるといっても服とか、装飾品ではなくて、その勉強あるいは学びを通じて何を身につけるのか、そういう内容面が重要なのかな、今の自分にとってね、これを検討していくにあたって、あるいは作業自体、そういう、鉛筆を手に取って手で机に向かう、デスクに向かう、そういう身体活動そのものが今回のね、疑問文の適用の上で自分がやってみたいことなのかなとか、こういうあたりも皆様ご自身でね、検討してみてください。ここに取り出しているものは本当に一部といいますか、組み立てによってはいくらでもね、形が取れるものですので、いろいろ慣れていけば皆様なりにね、もっといろんな着眼点が出てくると思いますので、まずは今日はね、この感じでちょっとお付き合いいただけたらと思います。そして、もちろん、今もお話ししてしまいましたけれども、皆様なり、あなたなりのこの捉え方、理解で全然 OK なんだぞということですね。そして、今直前で見た3項目とか、その中に何個も項目が分かれていましたけれども、それら以外でも、その対象、疑問文の究極の疑問文を適用するにあたっては、皆様が活用してくださるにあたっては、そういうこの対象について考えて検討してみようかなという対象にまつわるあらゆることを気軽に取り出してみるということが有効かなと思います。例えば、どんな風に感じるのか、その事柄について、その対象について。ここでは勉強だとすれば、よく皆様も感じたことがあるかもしれませんが、やりたくないよな、やっぱりめんどくさいよな、とかね。楽しくないよな、とかね。そもそももう机に向かうのが辛い。これ、さっきの例で机に向かう身体活動なのかどうか、それが対象かどうかっていうふうに直前のスライドで触れましたが、肩が痛いとかね、腰が痛いとか、座ってるのが辛いとか、そういう事柄が、ね、今回検討の対象になる方もいると思いますし、そういうことで、対象にまつわるあらゆることを気軽に取り出す。これももちろん皆様なりにということですね。さて、今までが一応今回勉強という対象について、それがどんなものなのかを把握しようという段階だったんですが、続いて私たち自身がね、適用してみようとしている疑問文の文言の意味を確認する、そういう段階に入ります。で、今先ほど今日の一番最初に表示したように、人間としてふさわしい本来的なあり方だろうかというのが、僕がね、ここで提示させていただいている疑問文の文言ですので、今回はそれを使ってみますけれども、その他にもね、皆様ご自身で別に究極のっていう大丈夫だね構えるような疑問文を用意する必要もないかと思いますので、これって何々なのかなとか、これこれなのかなとか、そういう自由にね、文言を立てていただいて、その意味合いを検討してみましょうというステップですね。さて、ここでは人間として本来的とかふさわしいとかどういうことなんだっていうものなんですけれども、まず本来的っていうワードの、もちろん辞書で調べていただいてもいいですし、自分がね感じるそのイメージ、意味合いでもいいんですが、僕としてはね、例えば本来的っていうのは本来そうであるよなってことで、ナチュラルです、自然ですとかね、あるいは当然そうするだろうとか、例えば当然夜寝るだろうとかね、そんなイメージ。で、それが深まると、とか進めてみると、このね、文言にどこまで含めるか、どこまで広げるかっていうのもまた私たち自身、皆様ご自身の感覚、感性的なものになってきますので、それもまたね、疑問文を活用する上で、楽しいところというか、興味深いところかと思うんですが、この本来的というので、そうであるべきだとかまで行くのだろうか、どうなんだろうっていう検討ですね。また、ふさわしいに関しても、ふさわしいというからには適切だ、ちょうど良い、それで OK だぞっていうイメージから、さらに
おすすめだぞと、そうした方が良いぞ、そうするのを自分にも他の人にもおすすめできるぞっていう意味合いまで届くのか、こういったように、今ここ下の段のそうであるべきとかおすすめについては、本来的という意味でそうであるべきだとか、ふさわしいはおすすめまで行くんだっていう形でここで答えを提示することはしないんですけれども、このように皆様でもね、深めていってみて、広げていってみて、どこまで含められるかなっていうのをこの段階で確認します。そして、このリンゴの絵が大きいんですけれども、実際に適用してみましょう。皆様なりの究極の疑問文を勉強、今回の対象テーマである勉強に関して適用していきます。でね、あまり難しく捉えず、文言何だったっけみたいなことになってしまっても全然構いませんので、一番最後に述べるように、この究極の疑問文の、本質といいますか、ポイントみたいなものは、この適用の、前段階というか奥というかそういうところにありますので、ぜひね、気軽にやってみましょう。そして適用実践例という題名ですが、勉強は、これは人間として本来的でふさわしいかっていう疑問文の対象の部分を勉強はっていうのを頭に加えた文章の形式ですが、まず本来的という側、先ほどね、確認したように、勉強は人間としてナチュラルな姿と言えるのだろうかとか、人間として勉強は当然のことなのか、当然そうであるはずなのか、とか、もうだんだん進めると、勉強は人間として、ここは言葉がつながりがちょっと違うんですが、いつも人は学んでいるべきか、とか、こういう感じですね。で、右側のふさわしいに行ってみると、勉強は人間としてちょうど良いやり方なのか、学んでいる姿がちょうど良い人間にとってちょうど良いやり方なのか。次に、勉強は人間として適切なのか。これ先ほど一緒に確認した。ふさわしいの、意味の広がりですね。適切なのか。勉強が人間に適切なのか。で、先ほどね、ちょっと前出し的に触れてしまいましたけど、学ぶこと、勉強は人間にとっておすすめの活動なのかどうかっていうふうに、こうやって順々に適用していってみます。で、これはね、前回、前々回もお話ししているんですが、何かこれによってね、その通りだとか、そうじゃないっていうふうに、何か結論を出して、答えを出して、よし、そのように生きようみたいなことが、この疑問文の趣旨ではないですので、このように検討していること自体が、答えといいますか、大事な点なんですよね。そして、その対象との関係で、さらに意味合いを展開させるのもグッドでしょうと書きましたが、今回勉強だとイメージがつきにくいかもしれませんが、本来的そのものからはナチュラルとか当然できますけれども、人間として本来的で勉強となると、3番目みたいにね、本来人間はいつも学んでいるはずだろうかとか、ふさわしいについてもおすすめなのか以上に、そうやっているのに勉強していることによって、ふさわしい姿になれるとかね、なんでしょうか。そういう形で、一応この究極の疑問文、連続対話講義と名付けた形の中では、その先に文言の意味合いを確定するっていうことにしていますけれども、本来的には対象と文言は、つながってというか、その対象に文言を適用するためには、やはり対象に沿った意味合いを認識するしかないと言いますかね。これ前回の例もあります。前回もお話ししたかもしれませんが、食べ物だったとして、ここにじゃあリンゴを入れてみると、リンゴは人間にとって本来的なのかっていうと、ちょうど本来的っていうのがナチュラルっていうままではちょっと微妙なので、人間が、主食にしても良いものなのかとかね。で、毎回食べるべきものなのかとか、そういうね、お米よりも小麦よりも人間にふさわしいのかとかね。体に合っているって意味ですね、最後に言ったのは。そういう形で、今回たまたま勉強っていう、ちょっと丸っとした意味合いですし、この対象との関係で意味合いを展開させるっていうことの具体的なイメージがもしかしたらお伝えしきれていないかもしれませんが、先ほど今言いましたように、
その適用する対象と文言は必ず関係してきている。そこも、意識しておくと、またね、上手に検討ができるんじゃないかなと思います。そして、このように検討を進めてみると、どうしても新しい観点が入ってこざるを得ない場合が多いですね。どんなもの、どんな風にって書きましたけれども、今、勉強は人間として本来的だろうかっていうような形で検討してみましたが、すると本来的な勉強っていうのは何なんじゃいとかね、順番を変えるだけでそうなる。で、じゃあどうやってやるのがふさわしいんだとかね、勉強そのものがふさわしいかどうかはまあいいとして、勉強っていろいろやり方があるじゃないかとかね。で、どんな時に行うのがちょうどいいんだ、いつ行うのがちょうどいいんだ、ここと2番目と3番目はだんだんね、話が近くなってきているかもしれませんが、こういった観点が出てきます。本来的な勉強、じゃあいわゆる中学校とか5教科、小学校、中学校とかの国語、算数、理科、社会、英語みたいなとか、いやいや、本来的っていうのはもっとね、社会の役に立つ、本質的なというか役立つ、有効なとかそういうものだとか、いやいやいや、もっとね、人間が生きるって何なのかとか、哲学。そういうのが勉強なんだってね、本来的には勉強なんだっていうふうに思う方もいるでしょうし、じゃあ勉強ってどんなふうに行うのがふさわしいのか、ずっと勉強じゃなくてずっと机で、この辞書とノートと教科書と参考書を目の前にしながら目を皿のようにして一言一句追っかけていく、そういうのが勉強なのか、塾でみんなと一緒に頑張るとか、先生の話を聞きながらカリカリカリと頑張る、あるいはね、塾でお友達とおしゃべりしながら頑張るとか、そういうものなのか、スマホでやるのかとか、この辺は今様子だけを書きましたけども、向き合い方っていう意味ではもっといろいろありますよね。で、あとはいつ行うのがちょうど良いのかみたいな話にもなってきたり、早朝にやるのがいいのか、深夜にやるのがいいのか、これは自分にとってっていう感じが強く出てくるかと思いますけれども、人間全般にというよりはね。で、このように究極の疑問文を活用、究極じゃなくても良いのですが、疑問文を活用することによって、その事柄について無理なく検討が深まる。これが大きなポイントですよね。そして、究極の疑問文の本質ということで、先ほどちょっと前出しをしてしまいましたが、この自分への問いかけ、発見、理解というね、このねじねじ歯車を載せてみましたが、もうお気づきの方いらっしゃったかもしれませんね。自分に浮かんでくる考えや感情や自分自身の心をより深くさらに見つめる、そういうきっかけになるというのが、この疑問文の本質なんだということなんですね。人間にとって勉強というものがやるべきなのかやらないべきなのかとか、いつも学んでいるべきなのか、ちょうど良いやり方なのかとか、そういうのはもう、で、それに対してイエスの私はこう考えるっていうのが出てくるのも良いんですが、そういうまな板といいますか、自分のね、認識、知覚に入ってくるものを増やすとか、なんでしょうね。そういう意味でよりいろんなものを自分なりの目線で奥行きまで見つめられるようになる、そういうチャンスが疑問文によって得られるぞっていうことが一番大事なことですね。で、これっていうのは皆様だけが自分に向けて自分に対して使える魔法なんだよということを最後に書いてみました。その魔法っていうとね、うさんくさい感じもしてくるかもしれませんけれども、これはその対象に、今回勉強っていうテーマですけれども、対象に限りがないので、自分に浮かんできた気持ちや考えや、心ってちょっと一般的に言っちゃいますけども、そういうものを皆様ご自身が皆様の心に向けて本当に問いかけることができる。他の誰の手を借りるでもない。もちろん手を借りでもいいんですけれども、絶対的に皆様が自分に対して行える事柄、行える技、手段、作業なんだということで、魔法というふうに呼んでみました。そのきっかけになるのがやはり究極の疑問文のとても大事なことなんだと思うんですよね。
そしてなんとですけれども、今回皆様に宿題があります。別にね、もちろん、絶対やってくださいっていうことは何も言えないんですけども、お試しとして、今回のテーマ、勉強について、皆様ご自身が、もちろんね、僕がここで提示している人間として本来的にふさわしいかどうかっていうのをやってみていただいても良いですし、もっとね、ほぐした疑問、楽しいかとか、それは楽しいかとか、それは、何々なのか、その辺のね、疑問文の作り方は皆様のご自由なんですけれども、そういうのを、こういう疑問文を立てて、勉強について適用してみた。そんなもし結果とかご感想がね、おありの方がいらっしゃったら、ぜひぜひお寄せいただけたらとても嬉しいです。でね、それによって、この、究極の疑問文っていうので、人間として点々点っていうのは、ちょっと僕自身も一応、考えがあってというか、趣旨があってその文言になっているんですけれども、それ自体もなんか洗練させていけそうな気もしますし、それよりもね、皆様ご自身が自分でこう疑問を持つ疑問の立て方をいろいろ身につけていただく、味わっていただくっていうのがとても有効かなと思いますので、もしね、今回の宿題やってくださった方がいらっしゃいましたら、コメント欄に書き込んでいただけますと、本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。ここでなんとか回りました。さて、それではですね、これで本日の第4回究極の疑問文連続対話講義終わりとさせていただこうと思います。ここまでありがとうございました。ぜひね、皆様も体調にお気をつけになってお元気でお過ごしください。では、失礼します。さようなら。